こんにちは。日本語教師の鈴木です。今日の日本語の勉強、楽しく進めていきましょう。今日のレッスンは、一本の藁、1-4です。1、ストーリーを聞きます。2、キーワードと文法を勉強します。3、復習クイズです。4、目と一緒に使う表現を勉強します。5、シャドーイングです。一緒に頑張りましょう。このお話と語彙リストをダウンロードできます。ぜひ使ってみてください。前回までのお話です。一人ぼっちで寂しい若者がいました。若者はお寺で観音様にお願いしました。どうしたらいいですか？お坊さんは若者を見てそばに行きました。今日はこの7行を勉強していきます。よく使う文法ポイントもあります。ぜひ最後まで見てください。では今日のお話を聞いていきましょう。若者は目を少し開けました。そして言いました。私は運が悪いです。ですから働くところがありません。もう長い間何も食べていません。せめて観音様にお願いしたいのです。生きるかどうかはお任せします。どうでしたか？それでは文法のポイントと言葉を勉強していきましょう。若者は目を少し開けました。目を閉じています。目を開けました。目を少し開けました。そして言いました。私は運が悪いです。運が悪い。反対は運がいいです。運がいいはラッキーですという意味です。ですから、運がいいの反対、運が悪いです。例えば、トイレにスマホを落としました。車に水をかけられました。鳥の糞が落ちてきました。鍵をマンホールの中に落としました。いろいろ良くないことが続きます。私は運が悪いです。ですから、働くところがありません。働くところ、仕事するところがありません。仕事がありません。もう長い間、何も食べていません。何も、何々ません。これは前回と同じです。朝ごはんを食べませんでした。昼ごはんも食べませんでした。今、午後3時です。お腹が空きました。私は朝から何も食べていません。もう長い間何も食べていません。もう長い間。もうと時間です。例えば、2時間テレビを見ています。これは2時間テレビを見ていることの事実を話しています。もう2時間テレビを見ています。長い時間だなぁと感じています。
例えば、ずっと友達を待っています。もう1時間、友達を待っています。例えば、彼に会いたいです。でも、もう3ヶ月、彼に会っていません。3ヶ月はとても長く感じています。そういう意味です。もう長い間、何も食べていません。せめて観音様にお願いしたいのです。せめては at least という意味です。ここは英語で一言で言った方が伝わりやすいので、英語で説明させてもらいました。観音様にお願いしたいのです。マスケとタイです。例えば、喉が渇きました。水を飲みたいです。お腹が空きました。ご飯を食べたいです。日本語を勉強しています。日本に行きたいです。せめて観音様にお願いしたいです。どうしたらいいですか？教えてください。と観音様にお願いしたいです。次行きましょう。生きるかどうかはお任せします。生きますか？生きませんか？生きるかどうかという意味です。お任せしますというのは、若者は決めません。観音様が決めます。観音様に決めてください。お願いします。お任せします。という意味です。では、クイズです。何も、何々ません。今日、テストがあります。でも、昨日の夜、1、何か勉強しませんでした。2、何も勉強しました。3、何も勉強しませんでした。正しいのはどれでしょうか？ 3、何も勉強しませんでした。寝ています。先生の話を。1、何も聞いていません。2、何でも聞いていません。3、何も聞いています。どれでしょうか？ 1、何も聞いていません。歯が痛いです。昨日から1、何も食べています。2、何でも食べません。3、何も食べていません。どれでしょうか？ 3、何も食べていません。マスケ、タイです。水を飲みます。はい、どうぞ。水を飲みたいです。ご飯を食べます。はい、どうぞ。ご飯を食べたいです。日本に行きます。
はいどうぞ。日本に行きたいです。日本で仕事します。はいどうぞ。日本で仕事したいです。もう時間。1、まだ6時間勉強しています。2、もう6時間勉強しています。3、これから6時間勉強しています。どれでしょうか？ 2、もう6時間勉強しています。1、すぐ1時間友達を待っています。2、これから1時間友達を待っています。3、もう1時間友達を待っています。どれでしょうか？ 3、もう1時間友達を待っています。いかがでしたか？では、知っている言葉を使って日本語を広げていきましょう。コロケーション。よく一緒に使われる言葉の組み合わせです。若者は目を少し開けました。今日は目という言葉を使って日本語を広げていきましょう。目、目、目が覚める、目が覚める。今朝5時に目が覚めました。目を開ける、目を開ける。彼女はそっと目を開けました。目を閉じる、目を閉じる。目を閉じて波の音を聞きました。目が合う、目が合う。彼と目が合ってドキドキしました。スクリーンショットに撮って、また後で復習してみてください。文法や言葉の意味を勉強したところで、最後にシャドーイングを練習してみましょう。声に出して話してみると、言葉が自分の耳からまた聞こえてきます。とてもいい練習なので一緒にやってみてください。若者は目を少し上げました。そして言いました。私は運が悪いです。ですから働くところがありません。もう長い間何も食べていません。せめて観音様にお願いしたいのです。生きるかどうかはお任せします。はい、お疲れ様でした。どうでしたか？シャドーイング、リスニング、上手になるために繰り返し
何度も何度も聞いて話す練習をしてみてくださいね。また、この続きもお楽しみに。最後まで見てくださってありがとうございました。